おいおい、何してんの何してんの何してんの、なんで外してんの。ああ、なんで何したいの。はい、皆さんこんにちは。車の大地のコスパシノピーです。今回はこちらですね。何かわかりますか？そう、泡泡洗車をするための洗車用品になります。これは過去に使ったことがありますね。高圧洗浄機ケルヒャーにつないで使うスノーホームランスで、今回はこれではなくこの2つを新たに購入しました。で、金額がこれが2960円で、こっち赤い方が2680円です。これ両方ともね、コメント等で使ってみてくださいっていうのが多かったものなんですよ。で、これは高圧洗浄機ケルヒャーに接続するって言ったんだけども、この2つは違くて、この変なオレンジのヘッドの方、これはコンプレッサーですね。エアーコンプレッサーにつないで使うタイプで、こっちはホース、普通のホースにつなぐタイプです。やっぱりその高圧洗浄機、電気を使うってなると難易度が上がるっていうか、そういった環境で洗車できない人も多いと思うので、高圧洗浄機を使わないものをちょっと今回選んだんだけども、エアーコンプレッサーの時点で高圧洗浄機よりハードル上がった感じはするんだけども、実際どんな感じの泡が出るのか気になるところなので、今回実際に使ってみようかなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら外にやってきました。一番左、こちらがオートブライトダイレクトのベビーデューティースノーホームランスだっけな、そんな感じの名前です。で、これは高圧洗浄機をつなげますね。なので水と電気が必要になります。で、続いてこの真ん中のやつ、これは高圧洗浄機はいりません。ホースと水があれば OK です。で、一番右、これはエアーですね。逆に水いらないってなると、この量しか吹けないっていう感じですよね。こっちは多分ここを希釈したやつをさらに希釈しながら使うんだけども、これはもうここに入ってる分を直にって感じなのかな。スノーホームランスのちょっと仕組みも僕よく分かってないんですが、とりあえず電気、水、エアーみたいな感じですね。そしたらまず希釈していきますか。で、カーシャンプー使うのがこちらですね。オートブライトダイレクトのスーパーホームというこのスノーホームランス専用のカーシャンプーになります。なので一旦これでやって泡の感じを見てみようかなと思います。で、希釈割合が全然違いますね。これがカーシャンプー1に対して水10で、これがカーシャンプー1に対して水9。これがね、めちゃめちゃコスパ悪いんですよ。カーシャンプー3、水7で、ここにメモリがあるんですが、ソープ、ウォーターあります。3対7だからめちゃめちゃ、なんならここ細くなってるから、ここ本当にここまで入れて3なのかっていうところがあるんだけど、もうこの真ん中のやつはまあまあコスパ悪いですね。で、これは泡の量なのかな、何かをここのダイヤルで変えることができます。あとは分かりません。これに関しては説明書ついてなかったので Amazon で買ったんですけど、Amazon の商品ページを見るしかないですね。で、これがメイドインイタリアで、おそらく中国かな。これはもうほぼ中国語しか書いてないので、おそらく中国だと思います。で、これは2万近くするんだっけな。めちゃめちゃ高いんですよ。で、2000円10分の1です。そしたら早速水を入れていきますか。これ簡単だからこれからいきますか。ソープめちゃめちゃ入りました。で、こっちはちょっと入れづらいんだよな。で、こっちがここか。はい、こんなもんです。これはね、めちゃめちゃもったいない。これ確か1リッターなのかな。で、カーシャンプー300入れてます。これはね、どんだけ泡立ちが良くてもないかなといった感じですね。これ一応やってみます。はい、入りました。明らかにこれが濃いですね。そしたらちょっと使っていきますか。はい、そしたらまずは高圧洗浄機ケルヒャーを使ってスノーホームランスから泡の方を見ていきたいと思います。で、これは先端を取っ替えると、これにね。で、あとは泡っていうか水の量割合を調節できるんですよ。これをちょっと調節しながら、泡の方も調節しながらかけていく感じなんですが、ちょっと試しにかけてみます。
今結構マックスで水が少ない方にします。水の方を開放するとこう水っぽい感じで、これを閉めるとこういった感じの泡です。結構分厚いドロドロさで、こんな感じです。これがスノーフォームランスですね。でこれと比較をしていくといった感じになります。そしたら一回洗い流します。これの泡が僕の中では今のところ一番理想に近い感じの、すごいきめの細かい、柔らかいっていうよりかはちょっとしっかりしたような感じの泡なんですよ。ザ・泡泡洗車って感じのね、僕の中ではね。そしたら続いてこちらですね。電気を使わないやつです。これコスパ悪いんだけど、どんな感じの泡かはすごい気になります。でここ、ダイヤルは1からいきます。いきます。1はこんな感じですごい柔らかい泡ですね。例えば3、5、違いわかんねえ。0、0は水だ。だから洗い流すことできるね。完全に水。結構粗い感じの泡です。マックスだけどどうなんだろう、これはこれでありかな。結構ね広がるんですよ。ちょっと流れていくの早いけど、洗い流して5でも3でもそんな変わんなさそうだけど、でこの幅がね結構広いのが僕的にはいいのかな。だからこういう全体にこうかけるにはありかも。だからまたちょっとね違うものだと思った方がいいかな。高圧洗浄機スノーホームランスみたいな泡は得られないけど、最初に全体的にカーシャンプーをかけたいってなった時にこういう風にザッと使うのはありかも。でこっから洗ってくっていうのは全然ありじゃないかな。けどコスパが悪いね。そこだけだな。これはこれでこう楽なんじゃない？どうです？ちょっとシャバシャバだけどね。で今使っただけでもうこんだけなくなりました。もう10分の2ぐらいしかないですね。1リッターに対して300ってなると、普通のカーシャンプー3回ぐらいでもうなくなっちゃうって考えるとマジでコスパ悪いな。泡立ちいいシャンプーだったらまた別かもしれないけど、そこはちょっとね実験が必要ですね。でこの水も使えるっていうのはありがたい。とりあえずこれは一回置いときましょう。はい、そしたら続いてこちらですね。フォームガン、エアーで拭くやつです。こちらちょっと使ってみます。でなんかちょっとここに調節するやつがあるんですが、これを調節しながらどんな感じか使ってみます。うおっ、これは空気圧ですね。ここで空気圧を調節するみたいです。すげえ、何これ。もうホイップクリーム、逆になんか違う感あるわ。みずみずしさがもう一切ない。水使ってないから。いきます。すごいはすごいんだけど、なんか違う感あるんだけど、ちょっと手にやってみよう。うわ、すげえ。何これ。いや、体洗いたいわ。これで洗車って何、どうなの、違くない？よくあるのは最初に使ったようなスノーホームランスでこう泡をバーってかけて、でゆっくりこうしとしとこう落ちていく。でその間に汚れを浮かしつつ落としつつみたいな感じなんだけど、これはもうなんか一切流れる感じもないですね。これ普通のカーシャンプーでもなるのかな。ちょっと試してみたくなった。一回洗い流します。やっぱ水を使わないからね、エアーだけだから全然泡の質が違いますね。はい、そしたらよく使っているウィルソン泡仕立てシャンプーを使っていこうかなと思います。スーパーホームの方はネットとかでしか買えないので手に入りやすいやつでいくんですが、これが海外製の特徴っていうか悪いところなのか、カーシャンプーによって希釈率全然違うじゃないですか。僕の動画を見てくれている方だったら分かると思うんですが、ジャンボサイズの緑のやつとかあるじゃないですか。
あの辺とか金額は安いんだけど希釈率が違くてコスパが結構意外にね悪かったりするんですよ。泡仕立てシャンプーは泡立ちはいい方で、原液もある程度少なくても十分なぐらい泡立つんですが、これもうシャンプー基準、シャンプー1に対して水9ですよとかね。だからもうそう考えるとこれにここまで泡仕立てシャンプー入れるのってめちゃめちゃもったいなくないっていう。けど入れちゃう、もう仕方ない、これはもう企画だと思って。うわー超もったいねえ、マジでもったいねえ。もうこれ半分ぐらいなくなったわ。まあしょうがない。であとは水ですね。 OK、 じゃあ使ってみよう。はい、そしたら水タイプからいきます。これ5でいきます。まあそうだと思いました。変わりませんね。これはもうどれだけ濃くしても多分変わんないと思う。こんな感じで、もう一個エアーの方ですね。同じような感じですね。もうほんと水気がない泡、すげえ舞う。だからめちゃめちゃ舞う。こう数ある時やるともう自分に全部返ってくるわ。そしたらちょっとボンネットに使ってみます。もうこのエアーの方はほんと粉雪みたいな感じですね。でこっちはこんな感じで、ちなみにこっちはこの向きを変えればこう横にも出すことができます。この泡の違いですね。でケルヒャーの方がこういった感じです。泡の質が、全然違いますね。このエアー寄りなんだけどちょっと流れてくれるっていうのが特徴なのかな。逆にエアーの方水多めだとなんか変わんのかな。めちゃめちゃ薄めてみました。めっちゃ薄めたけど似たような感じだ。めちゃめちゃ薄くても大丈夫じゃん。逆に最初1対9だったじゃないですか。1対9に薄めたものを1にしてまた9水入れたんですよ。それでもこの泡、カーシャンプーはほんとねめちゃめちゃ少なくていいんじゃないかな。これはちょっとさらに薄めてみます。いきます。そんな変わんないね。やっぱり水を使っていないのでこういう感じになるんだろうね。もっと全然薄くてもいいような感じなんだけども、そんな変わんないかもしれない。これぐらいだったらいいんじゃない。このぐらいでも十分かも。あとホースの中とこの中に入ってた分もあんのかな。今なんか一気に薄まった感じしますね。これぐらいでも使えるんじゃないのかなとは思います。エアーしか出てないので少ないですね。やっぱこの出る量が。高圧洗浄機は水圧でしょ。ちょっとそこら辺仕組みわかんないんだよな。でもう一個の方は水だけだから結構シャバシャバで、水だけの方をもっと薄めて使いたいんだよな。3対7だとコスパ悪すぎるので1対9まで薄めました。これやってみます。こんな感じ。結構薄まっちゃうか。そんな変わんない？いやだけど薄いよな。で、全体的にこうカーシャンプーをバーって一気にかけて、洗車していく分にはどうなんでしょう。にしてもちょっともしかしたら物足んないかもしれませんね。今日泡の感じはこういった感じ。各商品泡の感じは全く違いました。以上です。お疲れ様でした。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回は泡泡洗車をするために今まで使っていた高圧洗浄機で使うやつ以外のエアコンプレッサーで使うタイプと水だけのタイプ、この2つを使ってみました。で、金額は3000円以内、2600円と2900円ぐらいなのでさほど変わらないと。違いとしては水だけなのかエアーだけなのか。だからこのエアコンプレッサーで使う方は逆に難易度上がってんじゃないのかなと。エアコンプレッサー持ってる人の方が少ないんじゃないかな。で、泡の質で言うと水だけの方はやっぱり結構べちゃべちゃで、このエアーだけの方は逆に水がないからカッサカサではないけどもうほんと水気のない泡って感じですね。で、スノーホームランスの方はその間ぐらいゆっくり流れてってくれる。で、分厚い。だから泡の感じで言うとやっぱこれが一番好きなんだけども、この2つで言うとそこら辺が調節できないっていうのがちょっと難しいところですね。
でこっちは水7に対してカーシャンプー3、コスパ悪いなと思ってたんだけど、もっと薄めても大丈夫そうですね。2対8、1対9くらいでも良さそうで、こっちもそんなね1対9なんだけど 0.5 対9、いやもっと少なくても大丈夫だと思います。 0.25 対9、ちょっと分かんない、バカだから数字ちょっと苦手なんですよ。だからもっと薄めてもいいと思います。だからまあコスパ悪いなと思ってたけど、まあコスパ悪いなでエアを使ってまた水で流すってなると、これはね僕的にはないんじゃないかな。まあどっちみち水は使うじゃないですか。だったらこっちの方がまだいいのかなとも思うし、まあ難しいですね。泡の感じちゃんと映せてたと思うので、どういった泡が好きなのか、まあ、お好みに合わせてどれを買うのか、僕はね正直両方ともいらないかな。だけどまあこれもねビシャビシャだけど全体にこうシャンプーをかけて洗うっていう面ではいいかもしれない。あと水だけにできるっていうのはいいところだと思います。まあとりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になるんですが、一番いいのはこれです、僕の中では。けどこれはもう電気必要、高圧洗浄機必要で、このスノーホームランス買うのに2万ぐらいします。考えるとちょっと手出にくいかもしれません。まあ他にもう少しリーズナブルで高圧洗浄機を使わずになんか泡泡洗車ができたらいいなとは思うんだけど、まあ今のところやっぱそうなるとポンプのソフト99のモビルフォーマーがいいのかなと思うけど、まああれも疲れるんだよね。まあ難しいです。はい、といった感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。